皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。突然ですが、皆さん、オノマトペって何か知っていますか？オノマトペは、音、様子、気持ちを表した言葉です。ドキドキとか、ガンガンとか、そういうやつですね。日本人は無意識にオノマトペを毎日たくさん使っています。オノマトペは多分世界中で使われていると思いますが、国によっていろいろな表現の仕方があると思います。今日の動画では日本でよく使われるオノマトペをご紹介していこうと思います。まず、オノマトペの語源についてお話しします。オノマトペって日本語っぽくないですよね。これはギリシャ語が語源らしいです。日本語では擬音語、擬態語って言ったりします。世界中でオノマトペは使われていますが、その中でも日本語は特にオノマトペが多い言語だと言われています。理由はいろいろ言われているみたいなんですが、動詞の種類が少ないことが理由の一つのようです。例えば、何々を見るという場合、英語には see, look, watch などの動詞で使い分けていますよね。でも、日本語には基本的に見るという動詞しかありません。漢字は何個かありますが、話しているときは漢字の違いは伝わらないですよね。そこで必要になってくるのがオノマトペです。その時の状況により合った表現にするために、じーっと見るとか、じろじろ見る、キョロキョロするというようにオノマトペを使っていると言われています。オノマトペというと、子供が使うものみたいなイメージを持っている人もいるかなと思うんですけど、そんなことはないです。大人でも全然使いますし、小説とかでもよく出てきます。でも確かに子供っぽく聞こえてしまう場面もあります。例えば、ブーブーとか、何のことかわかりますか？これは乗り物のことです。車とかバスとか、ブーンって音を出しながら走る乗り物です。あとは、動物を呼ぶときも、小さい子はオノマトペで呼んだりしますね。例えば、豚はブヒブヒと鳴きますよね。犬はワンワン。猫はニャンニャン。ニャーニャーみたいな感じで子供は呼びます。子供だけですよ。大人になって犬をワンワンって呼んでいたら変な人なので気をつけてください。動物の鳴き声って日本以外でもオノマトペで表現すると思うんですけど、国によって違っていて面白いですよね。日本ではワンワンですけど、英語ではバウワウですよね。はい、話を戻して、日本語では子供に話すときオノマトペをたくさん使います。リズムが良くて、子供でも発音しやすいからですね。あと、感覚をそのまま言葉にしたようなものなので、自分の感覚と結びつけやすいというのも
あると思います。では、ここからは日本語のオノマトペをたくさん紹介していこうと思います。オノマトペは大きく分けて、音や声を表現するものと、様子や感情を表現するものの2つがあります。それぞれよく使うものをご紹介します。まず、音や声を表現するものです。これは結構わかりやすいんじゃないかなと思います。例えば、チョキチョキ。これは何の音だかわかりますか？正解は、ハサミで何か切るときの音です。次は、ゴロゴロ。これはちょっと難しいですよ。なんでかというと、使い道がたくさんあるからです。例えば、雷がゴロゴロ鳴る。部屋でゴロゴロする。お腹がゴロゴロする。目がゴロゴロする。みたいな感じで使います。同じオノマトペでも、使い方によっていろいろな状態を表すことができるんですよね。あとは、さっきの動物の鳴き声も音を表すオノマトペですね。ここら辺は国によって違いはあれど、なんとなくわかるんじゃないでしょうか。続いて、様子や感情を表現するものをご紹介します。まずは、キラキラ。これは何でしょう？何かが光る様子を表します。星とか、宝石とかね。歌で Twinkle Twinkle Little Star って歌があると思うんですけど、これは日本語ではキラキラ星という曲名です。次はドキドキ。これはよく使うので、聞いたことがある人もいるかもしれません。ドキドキは心臓がいつもより早く動いている状態を表します。好きな人と会うからドキドキするとか、テストの結果を見るのはドキドキしたとか、そういう感じで使います。あと、ワクワク。これはアニメのスパイファミリーを見たことがある人は聞いたことがありますよね。これから楽しいことが始まるというポジティブな感情を表します。海外旅行が楽しみでワクワクするとか、そういう感じで使います。次は、もやもや。何かわかりますか？これは、霧がかかったような状態を表します。不安や違和感があって、気分が晴れない時の心の状態を表すことが多いですね。友達と喧嘩したままでもやもやする。クイズの答えがわからなくてもやもやする。といった感じで使います。あと、よく使うものだと、バタバタとか。これは人が忙しく動き回っている様子を表します。今日は仕事がバタバタしてたとか、最近バタバタしてて休めていないという感じで使います。あと手足をバタバタさせる。暑さで人がバタバタ倒れるみたいな感じで使ったりもします。体調が悪くて病院に行った時に、お医者さんに症状を説明することがありますよね。その時も
オノマトペを使います。例えば、頭が痛いとき、頭が痛いんですと伝えると、お医者さんに、どんな風に痛いですか？ズキズキ？ガンガン？みたいな感じで質問されることもあると思います。他にも、胃がキリキリ痛いとかもよく使いますね。オノマトペは自分の症状を伝えるときにはとても便利です。ということで、今日は日本語のオノマトペについてお話ししました。どうでしたか？オノマトペは日本語の難しいところであり、楽しいところでもあります。ちょっとね、たくさんありすぎて、この動画では全部紹介することはできないんですけど、日常会話でよく出てくるものとかは、ポッドキャストを聞いたりとか、アニメを見る中で覚えていっていただけたらなと思います。皆さんは好きなオノマトペはありますか？私の好きなオノマトペは、サクサクです。このクッキーサクサクで美味しい。作業がサクサク進むとかいう風に使います。なんか音の感じが好きなんですよね。あとヘトヘトも音が可愛くて好きですね。日本語でも別の言語でもいいので、皆さんの好きなオノマトペをコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。